あえて買わないは最強の副業。こんにちは、太郎です。皆さん収入って上げたいですか？一番手っ取り早く収入を上げる方法、それは買わないことです。当然お金も浮きますし、家の中も綺麗になって一石二鳥です。小さいものから大きなものまで。今回紹介するものを買わなくなってから確実に生活が豊かになりました。すぐに落とし込めますので最後までご覧ください。まず一つ目がブランド物です。ユニクロもブランドだろ？それも買わないかわい。すいません。ユニクロは買います。ここで言うブランド物とはラグジュアリーブランドのことを指します。やっぱりその物の価値以上にブランドネームの付加価値が高すぎてコストパフォーマンスが悪いなと思ってしまいます。1年前に某ハイブランドの靴を買ったんですけども、機能性はゼロに近くて普段履きできずに結局売りました。20代の頃にもお金を貯めてブランドを買ってましたが、今はもう一切手元にありません。結局ブランド物を身にまとって自分を大きく見せようとしている時って自分に自信がない裏返しだったんですよね。今はそのブランドの名前云々とかではなくて、その素材が自分に馴染むかとか長く使えるかという基準で選ぶようになりました。2つ目が流行りの服です。今年はこれが流行っている。〇〇はもう時代遅れ。これを気にするべきなのはファッション業界だけです。そもそもファッションの流行っていうのは20年周期で回っていると言われていますが、それはブランド側が著名人を使って流行を作り出しているわけで、結局マーケティングなんですよね。それに乗せられること自体無意味というか、それだったら自分の好きな服だけ着ればいいじゃんという考えなので、流行りの服は買いません。流行よりも自分に合う服とか自分が好きな服を着ていた方が見た目的にも幸福度的にもいいと思います。流行りを追うっていうのは今の自分は置いてかれてないのか、その不安とセットなんですよね。でも一回その自分の定番のスタイル、自分に合うものが決まってしまえば、毎朝クローゼットの前で迷う時間もなくなりますし、流行りに乗り遅れるとかそういうストレスもなくなります。3つ目は福袋です。あれはね、服じゃなくてゴミです。はい、ゴミ袋。確か最初に買ったのは高校生の時で、原宿でね、黒人の人にマイフレンドって言われて、店に無理やり連れてかれて、福袋を買わされたトラウマがあります。いやー、あれは本当に怖かった。100歩譲って中身が最初からわかる福袋だったらマシですが、中身がね、わからないものは単なる去年の売れ残りの詰め合わせです。最近は洋服以外にも電化製品とか化粧品とかの福袋出てますが、中身がわからないならギャンブルと全て同じです。よく1万円で3万円分入ってるみたいな言葉に惑わされますが、その欲しくない2万円を自分が手に入れる、そのコストを考えてますか？管理する手間が増えるだけです。本当に欲しいものを定価で1点だけ買う。その方が結果的に服を呼び込める気がしています。4つ目が最新の iPhone ですね。毎年発表される新作 iPhone。僕自身8ぐらいまではすぐ新しいものに買い替えてました。お金もないのに分割払いしてわざわざ。しかし今はどうでしょうか？機能的にもアップデートはほとんどしないですし、3世代前ぐらいでも余裕で使えます。僕は今 iPhone 13 mini を使ってますけど、何も問題ありません。iPhone のアプリ開発という仕事上、いろいろな端末をね、テストで使うんですけど、動作はほとんど変わらないんですよね。世代が古いものでも。あとそもそも iPhone が高すぎ。貴族の持ち物ですね、もう。スマホはあくまでもツールです。最新機種を持つことよりも、その iPhone で何をするかの方が100倍大事だと思います。5つ目がコンビニ弁当です。やっぱね、何より高い。あとはシンプルに体に悪いです。添加物まみれ。よく昔は酔った勢いでコンビニに行ってもう爆買いとか言ってやってましたけど、今はもう買わなくなりましたね。あれはとにかく中毒性が高いんですよ。それなのに食べた気がしないというマジック。あれは何なんですかね。コンビニ弁当を買うぐらいならスーパーのお惣菜コーナーの弁当を買う方がコスト的にも栄養価的にもいいのかなと思います。あとは僕がフリーランスという立場上、体が資本なので、それをね、自らドブに捨てるようなことはできないというのもあります。添加物を避けてシンプルな自炊に変えてから確実にパフォーマンスが上がりました。食費も浮いて体調も整う最高の自己投資です。6つ目はバスタオルです。皆さんバスタオル使ってますか？いらない。面積取りすぎ、洗濯大変。お相撲さんぐらいの体の表面積があれば、拭くの大変なんで使うのはしょうがないでしょう。しかし一般の個体である私たちはフェイスタオルで十分なんですよね。乾くのも早いですし、収納もかさばらない。
風呂上がりはバスタオルという親とか世間からの刷り込まれた常識を手放してみると、驚くほど家事が身軽になります。7つ目が専用の調理器具です。例えばコーヒーマシン、電子ケトル、あとは圧力鍋。このような専用の器具は全て手放しました。コーヒーはインスタントで十分ですし、お湯はシンプルに鍋で沸かせば OK。圧力鍋は使う頻度が低すぎる。あとは洗うのが面倒。これにつきます。こういう専用の調理器具を持っていると、次々とね、揃えたくなってしまうんですよね。専用の調理器具がさらにその専用の調理器具を呼ぶみたいな、そういう現象が起きてしまっていました。あとはそういう専用の調理器具を持っていることで、料理のハードルが上がってしまうということもあります。この鍋を持っているから、こういう料理をしないといけないみたいな、心理的ハードルもちょっと上がってしまうんですよね。それよりも一つの鍋でいろいろ工夫する方が、クリエイティブで楽しいですし、料理もシンプルになります。僕はちなみにこの雪平鍋を一つだけ持っていて、これでいろいろ全部やってしまいます。8つ目がプロテインパウダーです。トレーニングをしている人に必須だと思われているプロテインパウダー。僕はやめました。1日食事がしっかりと取れる方であれば正直いらないかなと思います。あとは値段が年々高くなっていて、サプリ代がバカにならないんですよね。食事で最低限のタンパク質を取る方が結果的に安くなることに気づきました。昔はバカみたいに取っていた時期もありますが、それで筋肉がつくわけでもないですし、逆に肌や胃が荒れたりしてたので、プロテインを飲んでいて体に不調があるっていう方は一回やめてみて様子を見るのもいいかなと思います。これを飲めば健康になれるという外部の情報を全て鵜呑みにするのではなくて、自分の体の声をまず聞いてみましょう。9つ目がお土産です。旅行先などで必ず売られているご当地もの。会社とかでもね、先週どこどこに旅行行ったので、このお土産どうぞみたいなやつ。僕は買いません。どこかに行ったら必ず買ってくるみたいな、そういう儀式になってますよね。本当に心からお土産を買いたいっていう方であれば全然いいと思うんですけど、そういう方ってどれくらいいるんでしょうか。建前ならね、正直いらないと思いますし、もらう側も気を使わなくていいので、基本ベースは買わなくていいのかなと僕は思います。10個目がセール品です。僕はセールというのを口実に物を買うのをやめました。今はね、もう次から次へとセールがやってきますよね。Amazon プライムで9点のメガ割り、楽天スーパーセールなどなど。これはもう消費者の僕たちにもう罠を張ってるんですよね。なので、セールだから爆買いみたいなことするのは、こっちからわざと罠にかかりに行くようなものなんですよね。安くなっているからとか、売り切れそうだからというノリで買って、結局使わなかったり、すぐ買い替えたり。それって賢い買い物でしょうか？ベストは定価で買ってもいいと思えるものだけセールで買うということです。僕は何か欲しいものが出てきたら、一旦欲しいものリストに書き出して、そのものに対しての値段とかスペックを徹底的に調べます。そしてそれが直近のセールで安くなりそうか、またセールまで待ったらどれぐらい安くなるのかを確かめるということをやってます。これをやることで衝動買いも防げますし、安くなったらラッキーという感じで幸福度も高くなるのでおすすめです。そして最後が保証保険系です。昔はアップルケアとか掛け捨て保険とか入ってた時期あったんですけど、そういう事態は起きない確率の方が明らかに高い。数パーセントの少ない確率の不安にお金をかけていることが納得できるんであればいいんですが、僕はちょっといらないなと感じました。あと、保証とか保険に入らないメリットとして、物とか体の管理に気を使うようになるんですよね。もしものためにお金をね、犠牲にするよりも、自分で管理して、最悪の場合、支払う、貯蓄を持っておくっていう方が、自分にはフィットしてるかなと思ってます。僕が日々の暮らしで大切にしている手放す技術や人生における心とお金にゆとりを生むための考え方を一冊の無料 ebook にまとめました。動画では語りきれないより深いマインドセットや具体的なルールを50個詰め込んでいます。もし今の暮らしに少しでも窮屈さを感じていたり、もっと自分らしく生きたいと願っている方がいれば、概要欄のリンクからぜひ受け取ってみてください。ということで、今回は買わなくなったもの11選というテーマでお話ししてみました。今回ご紹介したものは僕にとって手放して本当正解だったと思えるものです。皆さんにとって本当に必要なものを見分けるきっかけになれば嬉しいです。
このチャンネルではミニマリズムを軸に人生にゆとりを生む思考や方法を発信していますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。